こんにちは。カニガルメソッド挑戦中のみはるです。今回は小麦粉シャンプーを使って3ヶ月が経ちました。その、最終報告、そんなに今回ちょっと長くないんですけど、最終報告させてもらいたいなと思って動画にしましたので、お付き合いください。最初始めた時なんですけど、やっぱり指通りっていうその滑らかになるかって言ったらそういうものではないです。通常のね、市販で売られてるようなシャンプーとか、シャンプーだったらキシキシして髪の毛カッカッカッってカッカッって引っかかったりするじゃないですか。洗浄力の強いので洗うと。クリームシャンプーとかだったら絡まった髪の毛とかもしっかりほぐせるぐらいできると思うんですけど、やっぱり絡まりまで取れるかっていうとちょっと正直それは厳しいです。なので、それは仕方ないと私は考えて、もう頭皮をだけもうしっかりマッサージして、もうそれに集中して、で絡まった髪の毛とかはその後にコンディショナーで絡まった髪の毛を取ってっていうようなやり方でやってきました。ただ1ヶ月半ぐらい経った時ですかね、小麦粉シャンプーだけで髪の毛の絡まりまでちょっと取れるようになったんです。なんか変やなと思って最初やってて、あれってスルスルスルっと髪の毛の方も問題なく流せるっていうんですかね。多分その時水使ってたからかな、ちょっと本当に冷たいめの水で流してたからかもしれないです。今ちょっと冷たいめの水でって言ったので少しだけお話しすると、冷たい水でキューティクルは閉じます。で熱いのをかけるとキューティクルは開きます。冷たい水で髪を流した方がおそらく指通りは通りやすくなると思います。個人差もあるので、その差がものすごい微々たるものだっていう人もいれば、すごく差が出る人っていうのもいるはずなので、一概には言えないんですけど、ただ基本冷たい水でキューティクルを閉じて熱いお湯でキューティクルを開くっていうのはあるので、それがもしかしたら理由だったのかもしれないですけど、でそれからは波ありましたけど、確かに最初使い始めた頃に比べると小麦粉シャンプーだけでも絡まりを取ることもできる日が出てきたので、やっぱりちょっと長く続けるって大事やなって、いろんなまた新しい発見があるんやなと思って使わせてもらってました。でやってる期間になんか問題があったかっていうと、あったかなかったかって言ったらありました。ただそれは果たして小麦粉シャンプーのせいなのか、ただの私の体調なのか、外気温だったり、冬場肌が乾燥しやすいとかあるじゃないですか。そういう問題の可能性もあるので、何が原因だったかっていうのは私ももうわからないんですけど、それも1ヶ月半ぐらい経って、指取りがおーってなったなってさっきお話ししたその直前ぐらいかな、ちょっと一回老けが出る時期がありまして、結構焦りましたね。この辺で出てたんですけど、これは違いますよ。ちょっとこの前やったアロエくんの破片です。今のはパラパラ系の老けですね。ギトギト系じゃなくて、なので頭皮がちょっと乾燥してしまってたみたいです。でもその時ちょっと調子乗って長く洗わなかったりとかしてて、で頭皮がなんか臭くなってしまったりとかっていうのがあったんで、その原因もあると思います。でそれがあってから調子乗ったらあかんと、その老けが出てあやーと思って、その次からその4日に1回かにしてから、そこからは老けが出るっていうこともないので、一時的なものだったかもしれないんですけど、一応そういうことはありました。事実としてご報告しておきます。ただやっぱり3ヶ月使ってみて、いいですよ、小麦粉シャンプー。本当にそれこそ
今この世の中ロックダウンとかでね、物急に買えなくなったりとかいろんなことが起きたと思うんですけど、小麦粉多分家にあると思うんで、ご家庭にピンチの時は小麦粉シャンプー全然使ってもらってもいいですし、もうそれをご自身のヘアケアとしてもう一生使っていくっていうことも全然問題はないのかなというふうに思っています。ただ私はこれからいろいろ他にも使ってみたいヘアケアありますので、小麦粉シャンプーは一旦お休みということで、気が向いたらまたね絶対やると思います。私には本当にすごく合ってるシャンプーだったなというふうに思っています。お世話になりました、小麦粉さん。もうお世話になりましたじゃないですね。これからも引き続きよろしくお願いします。はい、ということで、小麦粉シャンプー3ヶ月、使用してみての感想でした。それではまたね。